義実家での同居がこんなに大変だとは思わなかった。それは義士の嫁いびりが原因だ。掃除を終えたリビングで義士は自分でお菓子をこぼしたのに、ほら、まだ全然掃除ができてないじゃない。野良猫と同居した方が100倍マシだわ。と嫌味を言い捨てていく。私は佐藤桃香。夫の和樹と結婚して3年になる。結婚してからは都内で2人暮らしをしていたが、和樹の転勤が決まった。その新しい勤務地が義実家から車で30分ほどの距離であることもあり、岐阜に話したところ同居を提案されたのだ。私たちは話し合った結果、義実家での同居を選ぶことにした。義両親は年を重ねて体力が落ちてきており、家事も少しずつ負担になっているようだった。一緒に暮らして助け合えたらお互いにとっていいわよね。義母のその言葉を聞き、私も力になれればと思ったのだ。結婚してからの3年間、和樹と過ごしてきた時間は穏やかで、私にとって幸せなものだった。和樹と出会ったのは私が大学を卒業してすぐの頃。勤めていた会社の社内プロジェクトで初めて顔を合わせた。和樹はその頃から真面目で、誰に対しても穏やかで優しい人だった。プロジェクトが終わった後、勇気を出して誘ったのは私の方だった。普段は控えめな性格の私だが、和樹ともっと話してみたいという気持ちに背中を押された。それがきっかけで付き合い始め、3年後に結婚。和樹は仕事も順調で、転勤の話が出るのも自然な流れだった。しかし、義実家での生活がこんなに大変なものになるとは、同居を決めた時点では想像もしていなかった。引っ越し当日、義両親は心から歓迎してくれた。義母は台所を案内しながら調味料の場所や食器の位置を細かく説明してくれ、義父は趣味のガーデニングを披露して、綺麗に咲いた花々を見せ、笑顔を向けてくれた。しかし、その歓迎ムードとは裏腹に、義士である香織の態度はひどいものだった。香織は義実家に住み続けている35歳の独身女性。定職にはつかず、親の援助で生活しているらしい。義両親も香織に対して注意をしないわけではないが、あの子なりに苦労しているのよ、とどこか甘やかしているようなところがあるように感じた。私たちが引っ越してきてから、香織の態度はさらに悪化していった。桃香さん、その料理何？和樹が好きなものも知らないの？初めて夕食を作った日にそう言われた。香織さんは一口も食べずに台所に皿を置き去りにした。小獣と根性丸出しの態度に私はため息をつくことしかできずにいた。だが、その態度がいけなかったのか、香織さんの態度は悪化していくのだった。洗濯物を畳んでいるときは、わざと畳んだ洗濯物を崩しながら、シワになっていると悪態をつく。また、別の日のこと。掃除を終えたリビングで、香織さんは自分でお菓子をこぼしたのに、ほら、まだ全然掃除ができてないじゃない。野良猫と同居した方が100倍マシだわ。と、嫌味を言い捨てていく。義両親も和樹も、香織、そんなことを言うな、とたしなめてくれるが、香織さんの嫌がらせは止まるどころか、どんどん陰湿さを増していった。ある日、義母が大事にしている調味料の瓶を、香織がわざと床に落として割った。桃香さん、あんたが変なところに置きっぱなしにしてたせいで割れたんじゃないの？香織はわざとらしい声を上げて、私に責任を押し付けてきた。驚いて声も出ない私を見て、香織さんはどこか勝ち誇ったようににやりと笑う。香織、瓶を持っていたのはあなたでしょう。そう、義母が冷静に指摘すると、香織さんは肩をすくめ、大げさに両手を広げ、やっていないとアピールをすると、私に不快な笑みを向けながら部屋を出て行った。その後、義母は私に申し訳なさそうに頭を下げ、ごめんなさいねと片付けを手伝ってくれた。その日の夜、私は思い切って和樹に相談することにした。義士の香織さんとどう接していけばいいのか、そして今後の同居生活をどう乗り越えていくべきかを。和樹は私の話を静かに聞いてくれていたが、
どこか難しい表情をしていた。そして少し苦笑いを浮かべながら言った。昔から香織はわがままなところがあるんだ。両親も俺も桃香の味方だから、あまり気にしないでいいよ。その言葉は優しく、私を安心させようとしているのは分かった。しかし、どこか歯切れが悪いようにも感じた。和樹自身も香織さんの態度に困っているのだろう。親も何度か注意しているけど、あまり変わらないんだよな。その言葉を聞いて、私は義両親や和樹が香織さんに対してどれだけ悩んでいるのかを改めて感じた。表面上は穏やかに見えるが、義両親も和樹も内心ではどうにかしなければと思い続けているのだ。私が義実家に来たことで、香織さんのわがままはさらに表に出てきている。それは家族にとっても負担になっているのだろう。しかし、それでも家族として香織さんを見捨てるわけにはいかない。そんな葛藤を和樹の表情から読み取ることができた。これからは俺ももっと姉貴にきちんと言うようにする。それを聞いて、私にはその言葉の裏にある複雑な感情が伝わってきた。和樹の優しい言葉に少し気持ちは軽くなったものの、香織さんへの対応を考えると、やはり不安は残る。家族として守りたいという気持ちと、どうしようもない現実との間で揺れているのは、義両親も和樹も同じなのだろう。私は和樹や義両親にとっても、香織さんの問題は簡単には解決できない重い課題であることを理解しつつ、これからもこの家でやっていくために自分ができることを考え始めていた。香織さんを家族としてどう受け入れるべきか、私自身も迷いながら夜は過ぎていった。実際、香織さんの横暴ぶりは目に余るものがあった。義両親は香織さんがまだ若い頃、何度か就職を進めたそうだ。しかし、その度に、私は向いていない、仕事なんてストレスのもと、とすぐに辞めては義両親の期待を裏切ってきたという。その結果、香織は35歳になった今でも定職に就かず、親に頼り切った生活を送っている。親としてあの子を甘やかしすぎたのかもしれないと、義父が和樹にぽつりと漏らしていたことを、私は偶然耳にしたことがある。義母も同じように悩んでいるようだった。香織もいい年なんだから、自分でやるべきことを考えなきゃいけないのにね。桃香さんに迷惑をかけてばかりで、本当に申し訳ないわ。そう言いながら、義母は何度も頭を下げてきた。だが、私には分かっていた。義母も心のどこかで香織を見捨てることができず、甘やかしてしまうのだろうと。和樹も香織さんには苦々しい思いを抱いていた。和樹がたまに、姉貴働けよ。いつまで親に甘えているんだ。そう、香織さんに対して厳しい言葉をかけると、香織は必ず義母の元へ逃げ込むのだ。和樹がひどいの、と泣きつく香織さんに、義母は困った顔をしながらも、なだめるような態度をとる。香織、落ち着きなさい。和樹も心配して言ってるのよ。だが、そのやりとりを繰り返すうちに、香織さんはますます図に乗っていった。義母も義父も本気で香織さんを突き放せない。それが分かっている香織さんは、義両親の優しさにつけ込むようにして、わがままをエスカレートさせていくのだ。私たちが同居を始めたことで、香織さんの矛先が完全に私に向けられるようになった。香織さんにとって私は、彼女の安定した生活を脅かす敵に見えたのだろう。桃香さんが来てから家が窮屈になったわ。香織さんは平気でそんな言葉を投げかけてくる。義両親も和樹も私をかばってくれるが、香織さんの態度が改まる気配はなかった。それどころか、私にだけでなく、義両親や和樹に対しても反発するようになっていった。和樹が香織さんに向かって言い放った。姉さん、そろそろ自分の将来のことを考えたらどうだ？親に頼りきりじゃなくて、自立することを考えろよ。その言葉に香織さんは、うるさいと顔を真っ赤にして怒り、あたりのものを掴んでは、和樹に向かって投げ散らかし、逆ギレして部屋に引きこもった。その様子を見た義母は困り果てたようにため息をついた。義母の表情はどこか諦めが混ざっているように見えた。
香織さんの存在が義実家での生活にどれだけ影を落としているかを痛感した私は、この状況をどうにか打破する方法を模索し始める。私にとってもこの家を守るために負けられない戦いが始まっていた。ある日、義母から声をかけられた。その内容は信じられないものだった。香織さんが私が家計を使い込んでいると義両親に話しているというのだ。私は驚きと怒りを抑えながら義母にそんなことはしていないと伝えた。義母は少し申し訳なさそうな様子で、そうよね。でも家族みんなで話し合った方がいいと思うの。と提案してきた。そしてその夜、リビングで話し合いが行われることになった。香織さんは堂々と私が家計を私的に使ったという話を主張した。根拠はこの前財布を持って外出するのを見たからだという。そのいい加減な根拠に私は胸の中で呆れながらも感情を表に出さないよう努めた。用意していたノートをテーブルの上に置き、静かに家計簿を広げた。そこには日付ごとに使った金額、購入した品物、そしてレシートがすべて貼られていた。私は淡々と、これが家計の詳細記録です、と説明した。義母がノートを手に取り、一つ一つ確認していく。岐阜と和樹も同様に目を通し、全員が納得したような表情を浮かべた。香織さんは最初こそ強気だったが、記録が証拠として積み上がるにつれて顔が引きつり始めた。それでも負けじとノートが捏造されている可能性を口にしたが、その言葉に岐阜が静かに、いい加減にしなさいと低い声で一喝した。義両親は私の記録に感心する一方で、香織さんの態度には呆れ果てた様子だった。義母はこれまで私が香織さんに受けた嫌がらせについても言及した。料理を捨てられたこと、洗濯物を汚されたこと、さらには近所で悪口を言いふらされていたこと。どれもこれも私が黙って耐えてきたことだった。義母の口からその事実が次々と語られるたび、香織さんは表情を固くしていった。義父も香織さんの行動に対する怒りを口にした。35歳にもなって家に甘え続けるだけではなく、桃香さんを追い出そうとするなんて恥ずかしいことだ。そう、冷たく言い放った。香織さんは話し合いの場で自分の嘘が露見すると、顔を真っ赤にして怒鳴り散らした。こんな家、もう出ていく！荷物をまとめると乱暴にドアを閉めて出て行ってしまった。その場に残された私たちは一瞬驚いたものの、義母がぽつりとつぶやいた。どうせ行く場所なんてないんだからすぐに戻ってくるわよ。すると岐阜がため息をつきながら、戻ってきた時にどう対応するかは考えると言い出した。私は岐阜がこんな提案をしたことに驚いたが、それだけ義両親の本気度を感じ取った。そこで義両親と和樹、私の4人で香織さんが戻ってきた時の対策を話し合うことになった。香織さんがいなくなった家は驚くほど静かだった。義母はリビングでお茶を入れながら、桃香さん、本当にごめんなさいね。今まであの子を甘やかしてきた私たちの責任でもあるのよ。と何度も頭を下げた。岐阜は腕を組みながら香織さんが戻ってきた時の計画を話し始めた。ただ厳しく追い返すだけじゃ意味がない。あの子に現実を突きつける必要がある。一度本当に厳しい環境で自分を見つめ直す時間を与えた方がいいと思うんだ。姉貴にはそういう体験が必要だ。話し合いの結果、義両親が香織さんを旅行と称してあるところに連れて行く計画が決まった。準備 OK。 数日後、香織さんはやはり行く場所がなかったらしく家に戻ってきた。やっぱり帰ってきたのかと岐阜が低い声で言ったが、義母はわざと笑顔を作り、おかえり香織、よく戻ってきたわね。これからまた一緒に頑張りましょう。とあえて歓迎する態度を見せた。香織さんは一瞬驚いたようだったが、すぐに不敵な笑みを浮かべた。やっぱり私はこの家に必要だよね。
お母さんも私がいないと寂しいでしょ？義母はその言葉を否定することなく、旅行に行こうと思うの、と提案した。ちょうど岐阜と旅行に行こうと計画を立てていたところだと、温泉やご当地グルメのパンフレットを見せた。香りもリフレッシュしたいでしょ？楽しい時間を過ごしましょう。香織さんの目が輝き、にやりと笑う。それいいわね。桃子さんは留守番でいいんじゃない？義母は、そうねと香織さんの意見にうなずいた。すると、香織さんは私が留守番させられることに満足げに微笑んだ。旅行の日、香織さんはウキウキした様子で準備をしていた。私に対しても、まあ、留守番なんて桃香さんにお似合いよね。家でせいぜい掃除でもしていれば？と嫌味を言ってきた。私はそれを流しながら、楽しんできてくださいね、と送り出した。しかし、香織さんが義両親に連れて行かれた先は、彼女が期待していた温泉旅館ではなく、山奥にある厳しいことで有名な寺だった。その昔、ここは駆け込み寺として女性を救済する役割を果たしていた。現在ではニートの更生施設として機能しており、主に精神修行を中心とした指導を行っている。寺に着いた瞬間、香織さんは呆然として声も出せなかったそうだ。出迎えた僧侶が厳しい表情で、ようこそと告げる。有無を言わさぬ迫力に香織さんは動けなくなったらしい。義父は策略が成功したことに安堵したという。香織、これからここで少しの間お世話になりなさい。自分の足で立つ力を身につけるんだ。その言葉に香織さんは慌てて、こんなの冗談でしょ、と義母にすがりついたそうだ。だが義母は冷静に答えた。温泉に行くのは頑張っている人へのご褒美よ。香織にはまず自分と向き合うことが必要なの。香織さんが泣き叫ぶ声を背に、義両親は早々に寺から立ち去った。義両親が戻ってきて、そのことを聞いた私は思わず吹き出してしまった。和樹も肩をすくめて苦笑しながら、今までがひどすぎたことを振り返り、これで香織さんが変わってくれることを心から願った。その夜、義両親は私に改めて感謝を伝えてくれた。桃香さんがこの家に来てくれて本当によかったわ。あなたがいなければ私たちは変わるきっかけをつかめなかった。香織さんの声が聞こえない静かな夜、家族の会話も増え、義両親と和樹、そして私はようやく家族との平穏を手に入れた気がした。ある日、義母は静かになったおかげで、やっと自分の時間が持てるようになったと、針仕事に没頭していた。義父は庭で作業をしている時にふとつぶやいた。なんだか静かすぎて物足りないくらいだな。まあ、あいつの感触に付き合わされるよりずっといいが。すると、その静寂を破るように、にゃーにゃーと小さな声が聞こえた。庭先で一匹の小さな野良猫を見つけたのだった。その猫はまだ子猫で痩せていて毛並みもボサボサだった。義母がかわいそうにとつぶやくと義父も段ボール箱を庭に置いた。その日から猫は毎日庭にやってくるようになり、家族全員が少しずつその存在を気にかけるようになった。お腹が空いてるのかな？私は台所で少しだけご飯を取り分け庭先に置いた。義母もミルクを入れた小皿をそっと差し出し、義父は庭にいる猫に話しかけながら世話をしていた。それから数日後、子猫はすっかり家族の一員のように振る舞うようになった。庭先だけではなく、リビングにまで足を踏み入れるようになり、義母が作った手作りのクッションに寝そべる姿が見られるようになったのだ。その光景を見た義父が冗談交じりに言った。野良猫と同居した方がマシだなんて言ってた香織。これを見たらなんて言うかな。きっと怒り狂うんじゃないか？でも、この猫の方がよっぽど穏やかだし、何より癒されるのだ。義母はそのやりとりを聞きながら静かに微笑んでいた。子猫が家族の一員となってから、義実家にはさらに温かさが増したように感じた。義父は猫のために庭に小さな遊び場を作り、
義母はミシンで猫用のクッションやおもちゃなどを次々と作っていた。子猫のおかげでますます家が明るくなり、穏やかな日々が訪れた。義父や義母の笑顔が増え、和樹も猫の頭を撫でながら、これが本当の家族って感じだな。と笑った。香りが戻ってくる日が来るのかはわからない。しかし、それがいつであっても、この家の平穏を守り続けたいと私は心に誓った。そして私たちの新しい家族となった猫が静かで穏やかな日々の象徴としてそこにいる。